皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。地方分権と中央集権の均衡、歴史的視点。地方分権と中央集権の均衡という論点は、国家の持続的発展や社会秩序の確保に関わる根本的な課題であり、その歴史的展開は多様な要因と深層的な論理に基づいている。古代より各国は、領土統治に際して中央の強固な権威を背景に地方の自治を認める体制を模索してきたが、その均衡は時代や地域の特性に応じて著しく変容している。例えば、古代中国における軍国制の成立は、皇帝権力の絶対性を担保すると同時に、地方に一定の自主性を与える試みであった。しかし、権力集中が進展するにつれて、地方統治機構の柔軟性が失われ、結果として地域固有の風土や慣習が十分に尊重されなくなるリスクが露呈したことは、各時代の記録に明確に示されている。中世ヨーロッパでは、封建制度下において地方領主が持つ自治権が、中央権力との絶えざる交渉や調整を通じて一定の均衡を保っていた。封建制は中央権威の限定と地方分権的運営形態が同時に機能するという特異な側面を有し、各地方の実情に応じた統治が可能となった反面、内部分裂や権力闘争をも引き起こした。これに対して近代国家の成立過程では、ナショナリズムの高揚とともに中央集権体制が再編成され、法治主義の理念に基づく均一な行政システムの整備が図られた。啓蒙思想の影響下においては、市民の権利と自由を尊重しながらも、統一国家としての一体感を醸成する必要性が強調され、理論と実務の双方において、その均衡が追求された。また、封建体制下の領主同士の協調と争いは、各地の文化発展に寄与すると同時に、中央権威への抵抗として、その歴史的意義を明確に示している。これらは権力分散の成果と同時に、政治体制の限界も浮き彫りにしている。日本史に目を向ければ、律令制成立期に中央集権的統治が試みられたものの、武家政権の台頭により各地の武士集団が実権を掌握する状況が浮上し、中央と地方との権限配分に関する諸問題が顕在化した。戦国期には各大名が自領内で高度な自治を行い、独自の政治文化を発展させた一方で、中央集権回復の動きも同時に見受けられた。近代以降、明治維新を契機とした国家再編の中で、近代憲法制定とともに中央集権的制度が確立され、地方自治に関する法的枠組みも整備されたが、戦後の民主化運動を経た現代においては、地方分権の重要性が再評価され、
均衡ある権限分配の模索が続けられている。また、各大名の自治権拡大は地方独自の文化創造を促し、時には中央との軋轢を生む要因ともなり、歴史の転換点を彩った。この制度変遷は、現代の地方自治改革に大いに示唆を与えている。歴史が未来への一画標となる。現代社会は、情報技術の急速な発展とグローバル化の進展によって、中央と地方の権限配分という課題が従来以上に複雑かつ多様な局面を呈している。情報伝達の高速化やネットワーク社会の到来により、地方行政機関はその地域特有の事情や文化的背景に根ざした判断を迅速に下すことが可能となり、地域固有の問題に対して的確かつ柔軟な対応が求められている。一方で、国家全体の統一的な政策形成、特に安全保障、経済政策、災害時の緊急対応など、広域的かつ一元的な施策が必要な分野では、中央集権的な体制が引き続き重要な役割を果たす。さらに、地方自治体が持つ専門的知見や地元住民との密接な連携は、国民の自主性や参加意識を促進する効果をもたらすと同時に、中央政府が全体調和を図るための貴重な情報源となっている。このように、地方と中央の相互補完的関係は、単なる理論上の概念にとどまらず、実際の政策運営において緻密な連携と調整を要する不可欠な枠組みとして、国家の持続的発展を支える基盤となっている。しかしながら、地方分権を過度に推進することは、国家の統一性や法秩序の維持に対して予期せぬリスクを内包する危険性がある。各地方自治体が独自の判断基準や施策を展開することで、国全体としての一貫性が損なわれ、結果として地域間で政策の不均衡が拡大する可能性がある。中央集権体制を堅持することは、国家間の調整、特に国際社会における競争力の強化や外交政策の一元管理といった側面で有利に働くが、一方で権限が過度に集中すると、権力の乱用や官僚機構の硬直化、さらには住民の意見が反映されにくい体質を助長する恐れがある。歴史的事例を紐解けば、地方と中央の権力バランスが崩れた結果、内部分裂や国家統一の危機に陥った事例が散見される。故に、双方の長所を融合させた調和的な制度設計が最も望ましく、時代ごとの政治的要請や社会的要求に柔軟に応じるための絶え間ない制度、改革と実践の積み重ねが不可欠である。また、この権限配分の均衡は、単に行政運営の効率性や政策実現性にとどまらず、国家の文化的、
歴史的アイデンティティの維持という広範な側面からも極めて重要な意味を持つ。中央集権体制により形成される共通の国家意識は、国民の統一感や連帯感を醸成し、内外に対して強固な国としての存在感を示す一方、地方分権は各地域が伝統や風土、歴史的背景に基づく独自性を発展させる機会を提供する。こうした多元的な文化の共存は、グローバル化による均質化の傾向に対抗し、各地に根付く独自の知恵や伝統芸能、風習が次世代へと継承されるための重要な基盤となっている。さらに、地方固有の歴史的経験や文化遺産は、国家全体の文化的多様性を象徴するものであり、中央と地方が相互に尊重し合う関係性は、内外に向けた文化的プレゼンスの強化に寄与する。情報技術の革新や国際情勢の変化は、これまでの枠組みを再考させる契機となっており、中央集権と地方分権の新たな融合モデルが模索される中で、文化的アイデンティティの保持と発展は、ますます重要なテーマとなっている。結局のところ、地方分権と中央集権の均衡は、過去数世紀にわたる政治的実験と試行錯誤の結果として形成された国家運営の根幹をなす制度的実践の集大成である。各国における歴史的な成功例と失敗例を精査すれば、極端な変更がもたらす弊害と、適度な調整が生み出す相乗効果が明瞭に対比される。国家の安定、発展、ひいては国民生活の向上に直結するこの均衡は、単なる一過性の政策課題にとどまらず、変動する国際環境や経済情勢、さらには国内における社会変革の流れに柔軟に対応するための不断の政策調整と制度改革の積み重ねを必要とする。各地方が持つ独自の特色や住民の多様な価値観、さらには中央政府が有する統一的な視野と資源をいかに効果的に結合させるかという課題は、今後も理論的な検討と実務的な思考が続けられるべき普遍的命題であり、国家運営の未来を左右する重大なテーマである。もし私のチャンネルが気に入ったら、ぜひチャンネル登録してください。では、次の動画でお会いしましょう。